まいなこれだってもうヴィンテージもんでしょ。まあ、いわゆるなんかヴィンテージとか熟成豆です。そうだよね。そうなこれだってワインとかの世界だったら2018年ものの。そうですね。ワインの世界だとよくありますけどね。ねえ。18年のヴィンテージいただきます。はいどうも、コーヒーに愛された男粕谷です。今日は、はい、愛されてるなっていう出来事がありまして。あら、何があったんですか？まあ、日頃愛されてるなとは思うんですよ僕コーヒーに、はい、だけどこの YouTube を始めて1年が経とうとしてるタイミングでいいものを見つけたんです。なんですか？それはなんか豆とか美味しいやつとかですか？まあうまいコーヒーっていうのはまあうまいんだけど、そんなことよりマジでこれすごいっすよ。もう遺跡からなんか宝物出てきたみたいな。遺跡ですか？フィロコフィアの焙煎所には冷凍庫がありまして、はい、まあカフェ経営してた頃よく使ってたんですけど、今焙煎所じゃん完全な。だから工場ですよね。そうだから全く使ってなかったんですよ。で見てみたらめっちゃすごいの見つけました。いいっすか？はい。すごくない？なんかとりあえず、そう最初のこれはまあフィロコフィアですね。はい。もう先言うと冷凍してたこの辺5年前の豆です。5年前ですか？そうしかもまあこの3つなんてブラジルのワールドブリュワーズカップで実際に使われたコーヒーなんですよ。やばくない？ブラジルってことは深堀さんの時ですか？そう、エミちゃんが優勝した時、これエミちゃんが使った豆なんですよ。やばいよね。これだから5年前に世界を取ったコーヒーそれがずっと冷凍されてたの。やば。このすごいよ。だからもうローストデート2018年10月28日バリスタエミ深堀カントリースイッツァランドでウェイト 250g 出てきちゃいました。出てきたよ、冷凍してたのが。でこれは丸山コーヒーの神山選手が使った豆です。これもブリュワーズの決勝で実際に使った豆。はあ、めちゃくちゃ貴重ですねそれ。そう、これ確かねホンジュラスのマリサベルさんの芸者です。いやこれまだ寝てたんだみたいな。でこれはオナコーヒーの選手が使ったジャスパーっていうものですね。プロジェクトオリジンですね。そう、プロジェクトオリジンの。ジャスパー有名でしたよね。ね。であとはこれはフィロコフィアのこれすごくない？真空された状態で冷凍保存されてた。これも5年前の9月21日焙煎のボリビアのアラシータスの芸者です。ウォッシュド。いまだにこの時のウォッシュドがうますぎて、このアラシータスやってるボリビアの農家さんとずっと付き合ってる。そのフィロコフィアの転機ともなったと言えるコーヒーです。これが寝てたんかいっていう5年の時を経て5年の時を経てこの世界クオリティの豆が現代に蘇ったもう映画化したいよこれは本当にもうハムナプトラかよっていうぐらいだ。これをまあ5年前ですよ。やっぱ言っても当時本当に世界のトップのトップにいたこのコーヒーたちが5年間冷凍されてたら美味しいのかっていう企画です。これは。いやーちょっとこれめっちゃ楽しくなってきました。これちょっと楽しみだよね。これはやばい。まあこれはね、まあ一昨年なんですよ。はい、一昨年のうちのエチオピアンナチュラル。まあこいつはまあ美味しかったけどここと並ばせるものじゃないので、まあこれはいいとしましょう。この4つ5年選手、すごい。どれも美味しいものであることは間違いないですけど、5年経ったことでどうなってるかっていうところも見てみたいですよね。そうだね。しかも俺当時全部飲んでるから。確かに。エミちゃんのは、まあ、もちろん俺コーチしてたし、
神山くんのもバックヤードで飲ませてもらってるし、オナコーヒーからも飲ませてもらってたんで、バックヤードで、これはもちろんうちのものなんで、これでもマジで保管状況完璧じゃない？真空の冷凍ですね、これ以上ないよね。ないですね。もうどうしようもないですわ。もうこれ最強です。はい、というわけでじゃあ入れてってみる？いい状態で早く飲みたいから、はい、えみちゃんのやつ飲んじゃおうかな。そうですね。はい、懐かしいな。ほんと大変だったんで、えみちゃんのコーヒー美味しく入れ、豆ちっさ。ローリナ、ローリナ、ローリナですよね。これね、スイスに延べ2週間ぐらい行ってレシピ作ったんですよ、一緒に。神山くんの芸者と比べたら超ちっちゃい。ああ、確かに分かりやすいですね。これがローリナの特徴っすね。ローリナってそのブルボンポワントゥって言って、まあポワントゥ多分フランス語で、ポインティっていう意味ですね。これも見てわかるように、こうちょっとヒュンってなってるっていう。それが特徴。いやー、これね、焙煎も3社にお願いしてたんでね、まあ、メインは2社で、この、フライドハットっていう、まあ、この間メルボルンでブリュワーズカップ、オランダ代表で出てた人のとこと、あと、ノルウェーの、スプリームコーヒーロースター。俺の前の年のブリュワーズの世界チャンピオンのお店。硬っ。冷凍されてたから、冷凍されてたからなのかな。いやでも香りマジいいな、まだ。すごいな。これまだ残ってるからさ、また冷凍しとくわ。確かにもったいないですよね。次の5年後に。10年寝かせたやつを。5年後のまたね、楽しみですね。だってその世界大会も味のトレンドって変わるじゃんってよく言うじゃん。だから5年前のトレンドの頂点がこれだったって考えたら、そう流れの見え方をすると面白いですね。俺は特にやっぱその今までの変遷を見てるからさ、チョコレートみたい。全然香りまあ弱くはなってる、さすがに。すごいなんかほんとでもね、しっかり甘いよね。チョコレートシロップみたいな、まあちょっとねシロップ言い過ぎかもしれないですけど。すごい。予想以上にすごいわ。ちょっとサクッと入れてみましょうか。味もそうだけど、例えばそのガスの出方とかも気になるよね。確かに。その最初注いだ瞬間の。さすがにもうガスはないっしょ。ないと思うんですけどね。5年前の世界一のコーヒー入れていきます。楽しい。ちょっとガス出てますね。若干出てるね。出てますね。でも香りは当時はもうちょっとなんかトロピカルな香りあったけど、そこまで強くないね。さすがに。まあ当たり前だよね。今5年前です。なんか普通のこと言ってるね。そうですね。当時と変わらなければもうなんか冷凍庫の性能が良かったんじゃないかと。確かにうちの冷凍庫すごすぎる。なんかね、このローリナの特徴は結構アシディティがいろんな複雑なアシディティがあって、そのマリック、リンゴ系だったりブドウ系だったり、あと、まあ、柑橘系だったりっていう、それが特徴だったから、まあそれが残ってるのかなっていうのが気になるかな。特にコーヒーってやっぱりその酸味って重要な要素だったりするんで、まあ、その酸と甘さのバランスだけどね。その酸が強いからいいとかではないんだけど、その酸質のところはちょっと気になるかな。でやっぱお湯抜けは早いね、さすがに。さすがにそれは。やっぱそのエイジングが経つと保水力っていうのがなくなってくるんで、その水をキャッチする力、それがもう抜けちゃってるので、お湯が抜けるのは結構早い。
それを考慮してちょっとだけ細かく引いてるんだけど、やっぱりそれでも早いかな、俺の抜けは。でもなんかこれはまずいだろうなっていう予感は全くしない。もう美味しいコーヒーになるんだろうなっていう予感しかしないね。いや、この神山くんのコーヒーも楽しみだな。なんかこれ当時、はい、浅入りの最先端だったんですよ。こんな浅く焼いてうまくいくみたいな。でもうまかったんだよな。もうさすがマレオンコーヒー。いや、すごいと思いました。結構豆選びのところはね、少し口出させてもらって、決勝行った時は嬉しかったな。あ、いや絶対うまい。絶対うまい。いや、これマジでもう5年寝かすわ。それはすごい検証になりそうですね。絶対にうまいな、これ。これだってもうヴィンテージもんでしょ。いわゆるなんかヴィンテージとか熟成豆です。そうだよね。言えそうな。これだってワインとかの世界だったら2018年ものの。そうですよね。ワインの世界だとよくありますけどね。ねえ。18年のヴィンテージいただきます。じゃあ、エミちゃん、乾杯。うまい。うまい。しかも、うまさが変わってるね。当時はもっとマジでトロピカルな印象で、甘さと酸味のバランスというか、甘いと酸がキラキラしてる感じだったんだけど、なんだろう、これやっぱ熟成してるからか、本当にチョコレートのリキュールみたいな味する。笑っちゃう。うまっ。何これ。いや、なんならこれの方がうまいっていうぐらい。当時よりですか？覚えてないけどさ、そんなに。でもこれうまい。これもう5年熟成コーヒーとかでもなんか1杯1万円とかで売られそうな。いや、飲んでみてこれ。めちゃくちゃこれちょっと。いや、すいません、視聴者の皆さん。トロトロだから。舌にこうまとわりついてくる感じ。うわ。これって何なんだろう。ですかね、これ。なんか片栗粉入ってるのかなって思いました。ね。香りはもちろん弱いよ。当時よりね。もちろん香りは確かに立ち方は弱いなと思いますけど、でも味の部分であんまりネガティブな印象を受けないですね。ちょっと抜けてるんだろうなと思うんですけどね。トロピカルなフレーバーとかは抜けてるけど、それを補ってあまりある甘さのこの舌にまとわりつく。なんていうんですか、ベルベットじゃ、なんていうんですかね、こういうの。ね、でもベルベッティな印象もあるよね。言葉を失ってますけど。いや、なんか今、2018年の世界大会が蘇ってきて、ちょっと感動してた。なんか16年自分が優勝して、17年はオーストラリアのサムを教えて、まさにこの会社、オナコーヒーを教えて、最後のさ、チャドとサムが並んで、優勝はチャドワンみたいな。で、その時隣にサシャと一緒に見守ってて、もうなんか俺膝から崩れ落ちたもんね。ダメだった。チャドのインパクトもすごかったですからね、あの時は。そう。ほんで、それを経て、しかもその間にもさ、小野さんの2位があり、近藤さんの2位とかもあり、で、サムの2位もあり、俺が教える人はことごとく2位だったの。で台湾のエリックも2位だった。で、そういうのがあって、俺はなんか人をチャンピオンにできないのかもしれないみたいな思ってた時に、エミちゃんがバンって優勝して、もう本当に嬉しかったんだよね。っていう、その、時を超えたうまさがある。すごいな、これなんか、いい意味でテンション超下がったもん。逆に。うん、なんかすっげえ落ち着いた。
何このとろみ。皆さんに飲ませてあげられないからね。確かにこれは、なんか一杯なんか何万円とか払ってくれるんだったらっていう感じだけど、なんかこれでも本当に DM 来ますよ、飲ましてくだ来さい。ちゃうかもしれないね。払いますとか言ってはい、じゃあちょっ次はともう1杯分しかないけど、神山さん、神山くんが使った豆入れてみようかな。はい、神山くん、あの時の神山くんの勇姿は俺の目に焼き付いてるよ。同じ日本人として誇りに思います。超いい匂いだし、当時の匂いのそのまんまっすね。このすげえ、うわ絶対うまい。